こんにちは。今日は AI に部分的にお絵描きしてもらいます。ステーブルディフュージョンを使ったインペインティングという画像を修復する機能の紹介です。必要なものは Google とハギングフェイスのアカウントです。まだ作っていなかったら前回の動画のリンクを貼っておくのでよかったら見ていってください。まず、ハギングフェイスのサイトに行き、ステーブル、ディフュージョン、V1、4のリポジトリにアクセスします。オリジナルじゃない方です。リンクを貼っておきますね。ライセンスを読み、その条件に同意します。にチェックを入れて、アクセス、リポジトリをクリックします。次にアクセストークンを発行します。右上にあるプロフィールのアイコンをクリック、セッティングをクリックします。アクセス、トークンをクリック、ミュー、トークンをクリックします。ネームに適当な名前を付けます。ここでは SD としました。ジェネレート、トークンをクリックします。新たに追加されたトークンのコピーマークでコピーできます。次にコラボで私の作ったノートブックを開きます。リンクを貼っておきますね。最初のセルでハギングフェイスにログインします。再生ボタンで実行します。ログイン画面が現れたらトークンをコピーしに戻ります。トークンに貼り付けて、ログインでログインします。次に AI のパッケージを全部まとめてインストールします。早送りします。ここのチェックはそのままが良いです。チェックを外すと時間がかかり、メモリが足りなくなるからです。早送りでどんどん進めます。ここから、いろいろマニュアルで操作します。まず画像をアップロードします。画像アップロードをクリックします。ファイル選択をクリックします。用意したズンナモンの絵を開きます。アップロードが完了したら次のセルに進みます。ここで、レイヤーの上からマスク画像、白黒画像を作成します。最初に OpenCV のグラブカットという機能を使って、ズンナモンを見つけ白く塗っています。白く塗る理由はインペインティングが白い領域を変化させる仕組みだからです。ズンナモンの服を変えたいのでズンナモンの服の上だけ白が残るように修正していきます。早送りで。描いた画像を保存で保存します。どう保存されたか確認してみます。服の部分だけ白いマスク画像を作成できました。早送り。プロンプトに可愛いファッションと入れて実行します。メモリに空きがあるのでナム、サンプルズを4に変え4枚同時に生成できます。パラメータは速度を重視しています。パラメータより初期画像にペイントで絵を描いた方が良い結果が得られる気がします。早送りします。20秒で4枚完了しました。ストレングスが5だとあまり変化は見られないです。ですが服だけ変化することができましたね。4枚のうち出来がいい画像をここで選びます。選び終わるまで早送り。ここでは、選んだ画像を初期画像にコピーします。後生成した4枚の画像もここで保存します。今度は髪を変えたいのでマスク画像作成のセルに戻ります。服が微妙に変化していますね。グラブカットを押すと再度ズンナモンを切り出します。ちなみに背景が複雑だとうまく切り出せないです。ネガポジ反転を押すと白黒が逆転します。背景を変えたい時に使いましょう。では、ズンナモンの髪だけ白が残るまで早送り。描いた画像を保存でマスク画像を保存します。早送り。プロンプトを可愛い髪にします。再生ボタンで実行します。早送り。できました。髪が微妙に変化していますね。気に入った画像を選びます。4番目にしました。また、初期画像にコピーします。初期画像が変わったかダブルクリックで見てみます。これをリアル ESR ガンで4倍に拡大します。早送り。コンテンツ、アウトプット、ディレクトリを開きます。セーブグ、リミット、イメージ、アウト、キングが AI で 2048×2048 に拡大された画像です。ズンナモンが拡大されましたね。画像をダウンロードするには赤枠のどちらかの3点リーダーをクリック、ダウンロードからダウンロードできます。以上で終わりにします。ここまで見てくれてありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。またね。